俺の名前は三宅宏明。とある自動車工場で部品を作るしがない会社員だ。毎朝早くから夕方まで決められたラインで仕事をする日々。仕事が終われば弁当を買って家賃5万の 1DK の家に帰るだけ。なんとも味気ない生活を送っているが、俺にはちょっとした趣味があった。毎月の給料日後、俺は月一の自分へのご褒美に行きつけの大きな手芸屋に立ち寄る。この周囲といい色だな。買って帰ろう。そう、俺の趣味は裁縫。男性の中では珍しいと言われることが多いかもしれない。俺が裁縫を好きになるきっかけは、亡くなった祖母が深く関係している。俺はもともと裕福な家庭に生まれ育った。父は司法書士、母は看護師。忙しい二人との生活は寂しさが少しあったものの、笑顔であふれていた。愛されていると感じていたし、何不自由ない。俺も両親のように人のためになるような仕事がしたい。そう思っていたある日、悲劇が起きた。家族で食事に行くと予定を立てていたある日、俺は早く帰ると連絡があった両親の帰りを待ちわびていた。しかし、家の近所で大きな交通事故が起こり、両親もそれに巻き込まれてしまったのだ。突然二人を亡くし、俺は悲しみに暮れていた。小学3年生の俺は一人で生きていく術もない。結局俺は母方の祖母と一緒に住むことになった。引っ越しして転校もしたので、友達もいない。もともと気が弱い性格の俺は、周りと馴染むのにも時間がかかっていた。そんな時、祖母が作る刺繍のスカーフに目を奪われた。繊細な糸で描かれた刺繍は、普通のスカーフも特別なものにしてくれる。俺はみるみるうちに裁縫にのめり込んでいった。友達にはあまり理解されなかったものの、俺は他人の評価など気にしていなかった。綺麗な刺繍をして美しく変わる衣装を毎日喜んで作り上げる。そんな俺のことを祖母は目を細めて喜んでいた。お母さんにも少し教えたことがあったけど、あの子は興味を示さなくてね。嬉しいわ。俺はそんな祖母のもとで数々の技術を吸収し、めきめきと腕を上げた。やがて中学3年生になった頃、祖母は服飾学科のある高校への進学を勧めてくれていた。しかし、年老いた祖母との二人暮らしで進学したいと言えるほど俺は甘えることができなかった。両親を亡くし、俺は早急に独り立ちしなければならない。常々そう思っていた俺は就職を選択。裁縫は趣味で続けていければいい。祖母と一緒に和気あいあいとできればそれでいい。俺は自分にそう言い聞かせて15歳で社会人になった。それから仕事をいくつかやって今に至る。相変わらず祖母の家に行くと裁縫の話ばかりしている俺。仕事にできなかったことは寂しい気もするが、それはそれで俺は現状に満足していた。生きるために仕事をして、そして刺繍をする。そんな日々に不満はない。そういえば、あんたドレスを作ってみない？ある週末、休みでやることもなかった俺は、久しぶりに祖母の家に帰省。そこで祖母に近所に住む彩香のウェディングドレスを作ってみないかと持ちかけられた。ドレスなんて大物、俺作ったことないよ。突然のことに俺は驚きを隠せない。どうやら彩香は祖母にウェディングドレスを作ってほしいと頼みに来たのだそうだ。私はもう年を取りすぎて細かいものを見るのが疲れてきちゃうんだよ。アドバイスはするからさ、あんたが作ってあげたら彩香ちゃんも喜ぶよ。祖母はそう言って優しく微笑んだ。確かに新しいことに挑戦するのは楽しくもある。でもウェディングドレスなんて責任重大じゃないか。本当に俺でいいのかな。
ぽつりと力なく口にした言葉に祖母はにっこりと笑いうなずく。俺は祖母の提案を承諾し、彩香のドレスを作ることにした。すごい、ひろあきもドレス作れるんだ。数日後、ドレスのデザイン画を持って俺は彩香の家を訪れていた。俺の描いたデザイン画を見て彩香は目を輝かせている。ドレスなんて今回が初めてだよ。ばあちゃんに聞きながら作るからうまくいくかどうか。弱気な発言をする俺に彩香は首を振った。幸子さんだってひろあきならできると思ったから託したんでしょ。認められてるのよ、いろいろ。彩香の言葉で少し背中を押された俺は急に気恥ずかしくなる。彩香はこっちに来て唯一できた友達だった。ばあちゃんはそれを知っているからこそ制作を俺に託したのかもしれない。彩香さん、ドレスの方はもう決めたのかい？俺と彩香が話をしていると、隣の部屋から一人の男性が現れた。どうやら彩香の婚約者のようだ。夏目さん、ええ、彼にお願いすることにしました。頭を下げた俺に婚約者の夏目さんはじろりと一別し、冷たい表情を向ける。友行でいいですよ。それにしても金ならいくらでもあるのに、なんで素人に作らせるのです？夏目さんのセリフは明らかに俺を貶めるような物言いだ。大方俺が彩香に関わることが許せないのだろう。くだらない嫉妬で俺のことを敵認定した夏目さんはデザイン画を鼻で笑った。なんだかパッとしないな。オーダーメイドのドレスが欲しいなら僕の知り合いのデザイナーに声をかけますよ。そう言って夏目さんは彩香に笑顔を向ける。しかし彩香は一貫して譲らない。いいえ、結構。私はこのドレスが着たいの。ひろあき、よろしく。きっぱりと断られて罰が悪かったのか、夏目さんは俺に睨みを利かせた。いきなり現れて目の敵にされることに俺は少し面倒くささを感じながら、その日はおとなしく祖母の家へ帰っていった。制作期間中、俺は祖母の家に泊まることが多くなった。職場からの距離は自宅より遠くなってしまうものの、家にマネキンや材料を置いておくスペースもない。それに何かあれば彩香に相談に行きやすい。祖母にもすぐに見てもらうことができるし、俺のモチベーションは日に日に上がっていった。採寸に行った時にもなぜか夏目さんがいて、終始俺を睨みつけていた。俺に対する牽制なのだろうか。心配しなくとも俺は彩香に不釣り合いな人間なのだから、相手にされないことくらいわかるだろう。彩香は俺の小学校時代の同級生。大企業の令嬢とは思えぬほどわんぱくで男勝りな部分があった。家が近所なこともあり、引っ越してきた当初から彩香は俺と遊んでくれた。気の弱い引っ込み思案な俺はいつも彩香の後ろをついて回っていたし、何かと守ってもらっていた気がする。彩香も明るく意見をはっきり言える性格はみんなに好かれ、クラスのリーダーのような存在だった。中学に上がると彩香は私立の学校を受験。離れ離れになってしまったものの、放課後に塾をサボった彩香とよく河川敷で話をしたりもしていた。俺にとっての彩香は姉ちゃんのような存在だからこそ、幸せになってほしいという気持ちが大きいのだ。彩香の婚約者である夏目さんも大手デパートの跡取り息子。最近新社長就任パーティーが大々的に行われ、その様子がテレビでも報道されていた。彩香曰く、親の決めた政略結婚の相手。肩書きだけ見ればもちろんふさわしいのだが、夏目さんからは社長らしい品性や思慮深い言動は今のところ見られていない。一方的に彩香を慕っているようには見えるものの、その愛は空回りしているようにさえ見受けられる。できた。彩香の結婚式の2週間前、俺はついにドレスを完成させることができた。細かい刺繍にまでこだわり、ビーズやスパンコールをふんだんにあしらった。
光の加減でキラキラと光るレースに光沢のある生地を織り込んだ。こんなに長く一つの作品に時間を費やしたのは初めてだ。それと同時にドレスを作り上げた達成感に俺の胸はいっぱいだった。俺は早速ドレスを届けようと彩香に連絡を取る。その日はたまたま彩香が出かけていたらしく、ドレスだけ先に会社に届けてほしいと頼まれた。彩香の父親の会社は誰もが知るような大企業。少し緊張で身震いしたものの、俺自身早く彩香に見てほしかったこともあり、言われた通りドレスを運んでいった。中卒の社員など雇用していないはずなんだが。彩香に言われたまま会社の一室に運び込んだマネキンを立てていると、後ろから声をかけられた。振り返ると、そこには眉間にシワを寄せた夏目さんが立っている。俺はペコリと頭を下げると、作り笑顔を向けた。嫌われているのが分かっているからこそ口角が引きつる。彩香さんから聞いたよ。お前中卒の工場勤務らしいじゃないか。コツコツと革靴の音を鳴らしながら、夏目さんはマネキンの前に寄った。身分違いも甚だしい。そんな加藤が彩香さんのドレスを作るなんて大層なことを。そう言って智之さんは組み立てたマネキンを無言で突き飛ばした。大きな音を立てて倒れるマネキン。俺は慌てて駆け寄り、破損箇所がないか確認した。これがお前の作ったドレスか。素人感満載だな。まさかこれを俺との結婚式で着せるつもりだったのか。俺がマネキンに気を取られていると、智之さんは箱の中にしまっていたドレスに目を向けた。俺にはそれが精一杯です。一応こだわって作ったんですけど。夏目さんの見下した言葉に俺は少し怒りをにじませていた。そんな態度が気に食わなかったのか、今度は箱を蹴り飛ばして夏目さんは舌打ちをしてみせる。だったら最初から断っとけ。貧乏人の作るデザインのドレスなんかダサすぎて品縮を買う。捨てておけ。そう言って笑いながら智之さんは部屋を出て行った。俺は悔しさで涙が溢れそうになるのを必死でこらえていた。何日も必死で作り上げたドレス。しかしその努力は評価されないどころか笑われて捨てられる。俺がもし専門学校を出ていたら、中卒の工場勤務じゃなかったら、こんな風に花からバカにされることはなかったのだろうか。言い返せない自分への腹立たしさやいろいろな感情が俺の胸を締め付ける。気づけば出来上がった時の感動はもうどこかに消えてしまっていた。俺は蹴飛ばされてへこんだ箱に入ったドレスを見つめた後、そのまま部屋を後にした。きっと彩香も夏目さんが別にオーダーしていたプロのドレスを気に入るだろう。でも約束は果たしたかった。それを伝えるために俺はあえてドレスをその部屋に置いて帰ることにした。その夜、彩香から電話は入っていたが、俺が電話に出ることはなかった。彩香は優しいから俺に気を使ってしまうだろう。一生に一度の舞台だ。彩香には豪華な衣装で結婚式を楽しんでほしいと俺は心から祈っていた。結婚式当日、祖母に言われ俺は彩香の結婚式に参列していた。あれから連絡を返していなかったから彩香と顔を合わせるのは気まずい。けれど今日まで見届けるのが俺の役目だ。自分にそう言い聞かせ、俺は挙式までホテルのロビーで座って時間を潰していた。いろはき。挙式がもうすぐという頃、すでに準備が整った彩香が俺に声をかける。そこには俺の作ったドレスを身にまとった純白の彼女が立っていた。俺は驚き目を丸くした。本当に繊細で綺麗。ありがとういろはき。大変だったでしょう。嬉しそうに笑う彩香に俺は言った。
どうして？夏目さんが別のものを用意したはずじゃ。彩香さん。俺の問いかけを遮るように彩香の後ろから焦ったように現れる夏目さん。ドレスを蹴飛ばされた時の状況が脳裏によみがえってくる。どうして？なんで俺の渡したドレスを着ていないんだ？動揺する姿に彩香は言った。言ったでしょ？結構だって。私はこれが着たかった。それだけです。言い切る彩香に夏目さんは納得できないと言いたげな表情を浮かべる。やがて俺がそばにいることに気づき、鋭い視線を向けた。それよりあなた側の参列者、これだけ？もう式は始まりますよ。彩香の問いかけに夏目さんはしどろもどろになっていた。確かに彩香の参列者に比べて明らかに夏目さんの方が少ない。大企業の社長の結婚式だというのにこんなことがあるのだろうか。僕にも理由がわからないんだ。ただ昨日から当日欠席の連絡が相次いでて。そう言って目を泳がせる夏目さんに彩香は高笑い。そうでしょうね。私がすべて父に話をしたんだもん。彩香の言葉に俺と夏目さんは理解できずにポカンとした表情を浮かべた。もともと政略結婚なんてしたくなかった。あなたのように器がないのに息子というだけで社長の座に座らされているような人と結婚しても何の得にもならないんだから。そう言って彩香は事の顛末を話し始めた。あの日彩香がドレスを確認しに行くと、マネキンだけがそこに置かれ、不自然な位置に箱がへこんだドレスがあった。俺にお礼の電話を入れても一向に連絡が取れない。何かおかしいと察した彩香は祖母の家に訪れ、俺の様子を聞き出したようだ。そうして事の顛末が発覚。自分の大切なものを傷つけられたことに怒りを感じ、彩香はこの話をすべて自分の父親に伝えたそうだ。もちろん娘思いの社長も激怒。共通の会社に今回の騒動をすべて話したことで、彩香の父親の会社に賛同した会社が次々と夏目さんの会社から手を引いたようだ。今回の結婚も夏目さんの会社にとって利益が多い。彩香側は特に結婚しなくても何の不都合もないのだ。なんでだ？君は僕と結婚するんだろう？彩香の行動が理解できないとでも言いたげな夏目さん。気づけば情けなく涙目になっていた。誰が結婚するって言ったの？今日はお断りさせていただきに来たの。笑顔を見せながらも言葉尻は冷たい。彩香の怒りは未だに収まらないようだ。半泣きになりながらも食い下がる夏目さんに彩香は言った。彼の祖母、三宅幸子。デパートの跡取りならその名前を知らないなんて言わないわよね。祖母の名前を聞いた途端、夏目さんは目を見開く。そう、祖母はかつて有名なデザイナーとしてその名を知らしめていたのだ。ハリウッド映画や海外の数々のコレクションに衣装を提供。一時は個展も開かれたほどだ。15年前に突然の引退をしてからも祖母の衣装たちには根強いファンが残っている。そんな偉大な祖母を持った俺だったが、服飾の道に進むことはないと諦めていたので、その名を出すことはなかった。それにその子孫ということで変に期待を持たれることも怖かったのかもしれない。そんな彼女が認めた彼のドレスをバカにするなんて見る目がないわ。無駄に高いだけのドレスで私は満足しないの。そう言って彩香はその場で参列者に全ての事情を説明すると、その場を結婚式ではなく俺のドレスのお披露目パーティーへと変えた。もちろん全てを暴露された夏目さんはいたたまれなくなり、その場を逃げるように出て行ってしまった。それから数ヶ月後、彩香は婚約を解消し父親を説得。結婚をしなくても自分が社長に就けばより良い発展ができるようにさらに勉強を重ねると宣言して仕事に打ち込んでいるようだ。夏目さんは
綾香との婚約が白紙になり、結婚式での一件がさらにダメージとなり、次々に契約を解除されているようだ。綾香曰く、今年いっぱいで夏目さんのデパートはかなり縮小することになるだろうと予想されている。もちろん市場に残された三宅幸子の衣装はもう二度と取り扱いができないだろう。そして俺はあの一件で綾香に背中を押され、本格的に衣装制作を仕事にすることにした。会社を辞め自分の作品をネットで販売すると、次々に買い手が見つかった。今ではオーダーメイドの会社を立ち上げるために綾香に助言をもらっている。諦めていた夢を叶えたいと思った今、俺は人生で一番輝きに満ち溢れていた。